疲れ様です。お疲れ様です。やば。さすがですね、加納さん。今日はありがとうございました。わざわざ来ていただいて。忙しいのにね。時間作ってもらってありがとうございました。そんな。いや今しっかりリーバースの勉強してたところです。いやー、加納さんがリーバイスの本を見てるっていう姿が。いやだから俺自身がだって全然リーバイスのこと知らないからさ。やっぱり歴史があるし、やっぱ勉強になるよねこういう本。いやー嬉しいですね。これたまんないじゃない、これリーバイス好きな人は。そうですね、本当ありがたいことに。興味ないわけじゃないんだけど、やっぱもちろんちょっと告知じみちゃうけど、俺もこういうさランゴの写真集をね作ろうと思ってるから、なんかすごいいいよね、やっぱね。作りたいなって今改めてこうやって見せられると作りたいなっていう思いになりましたよね。いや素晴らしいですね。いやもう本当金丸さんとも本当に実は長いお付き合いを長い付き合いなんだけど、あえてこうやって絡むってことないもんね。ないですね。いやすいません、僕もお店伺えなくて。全然気持ちは通じ合ってるからやっぱ今日こうやって対談して話せるっていうのはほら僕としてもちょっと感慨深いものもあるから、やっぱ同じね三大ブランドの一つを愛してる仲間としては、いつもやっぱり遠目に俺も見てたし、なんかこうやってね、もう今芸能人みたいになっちゃってるけど、なんか嬉しく思うよね、すごくね。でも実は僕も今日思いっきりラングラー聞いてたんですけど、偶然じゃないけど俺もね、そっちの方が新しいんだけどね。あ、なるほど。これ塩ビパッチだからはいこれそっちが後になるんだけどね。これ品番何番でした？それも888 MJL です。これも 888MJL。 いやもう僕もうちのやっぱ社長副社長やっぱ何気にラングラーが昔が好きで、結構勉強はしたんですけど、やっぱちょっと最近うちの店にもやっぱラングラー本当入ってこないっていうのは、やっぱアメリカでもなかなかね出なくなってしまったのかなっていうのと、結構数字ロット番号勉強したんですけど、僕もこれ実はちょっと前に手に入れたんですけど、品番を何番だったっけなっていうのでちょっと金間さんにも聞きに行こうっていう。ラングラーって分かんないよね本当に分かんないよね。でもそんなの必要って思うし、なんかこれって何年代ですかとか、これ何番ですかみたいな、よく見て好きな人いるじゃないですか。まあ多いですよね。別にそれ俺はだけどね、個人的には別にどうでもよくないと思うし、あまりそのこだわる必要ないんじゃないのかなと思うし、もう純粋にヴィンテージって見ればこれオーラ感じるじゃない。いやだからこれ見てかっこいいでいいと思うんだよね、俺はね。確かに。まあ僕も本当いや何気にこうもちろんリーバイスから入ってしまったのがあるんですけど、やっぱり勉強していく途中と、まあうちの社長副社長本当好きなのであって、僕もまあジーンズをまずラングラー昔1回買ったことあるんですけど、まあちょっと手放してしまいジージャンを探し出して、やっぱ大きいサイズってあんまないですよね。ないですよね、基本的にね。なんでこうなんかやっぱりこうリーバイスのファーストじゃないですけど、やっぱりラングラーのファーストっていうのが入って探したんですけど、なかなかなくて、一度だけプロトタイプの46のでかいサイズを手に入れたんですけど、どうも色落ちがいまいち納得いかなくて手放してしまって、でも今すごい後悔してるっていう。本当ラングラー出ないもんね。出ないですね。こうやってね YouTube の時代になったじゃない。こうやって藤原君とまさか YouTube で2人で話すと思ってなかったしね。そうですね、もう金田さんもお忙しそうだなって僕もちょっとこう遠慮してしまってたんですけど、いやそもそもね、見てる人どう思ってるか分かんないけど、俺アパレルの人間じゃないからそうですね、ちょっとね内装業界の人間だから本業じゃないんですよね。趣味でやってるとも言わないんだけど、なかなかねこう会う機会がなかったり、でもなんかこれもいろんなタイミングだと思うんだよね。ほら今回ね藤原君の個人の事務所のちょっと内装
やらせていただきましたけど、はい、でもそのちょっとこうなんかのタイミングのきっかけですよね、なんかこうたまたま、まあ、もちろん雑誌の撮影っていうお話で、なんか金室さんと、まあつないでくれたライター佐藤がまたこのいいタイミングで、なんか久しぶりにお会いしてやっぱりなんですかね、3時間ぐらいこう久しぶりにこう話すとやっぱこう、まあ、もちろんラングラー熱の金室さんもやっぱり重々知ってはいたんですけど、まあ、こういう形でもちろん内装のまた仕事のちゃんとした一面を見させていただいて、さすがだなと。いやいや、その本業で仕事ですからね。はい。でもどれぐらい何年なのかね、出会ってね。もう実際自分がベルベル人で22年とかなので、金子さんもベルベルが横の入り口の頃からですもんね、リアルにこうお話しさせてもらったのは多分本当もう20年ぐらい前だと思いますね、結構知らない方もいらっしゃるかもしれないですけど、当時ね、僕プロトのジーンズかな、ベルベル人に買いに行って、はい、でアーケードのやつですよね。そうそれ買いに行ってね、カウンターでカード切ろうと思ったら、はい、分割払いができなくてねでカード会社に電話してベルベル人の前にで、はい、喧嘩した記憶があるカード会社と、それは結局買えたんですか？買えなかった。あ、買えなかったんです、まあ、もちろんプロトタイプなんて分割で買わないと買えないような金額だったからね。当時もやっぱ今もすごい値段上がってるけど、はい、当時もむちゃくちゃ高かったね。どれぐらいだったの？100万近かったんじゃないかな。マッコンですかね。僕もだったね。当時そうですね。過去に僕それこそプロとうちの店で多分3本ぐらい売った記憶は自分はあるんですけど、それこそ最初がマッコンの100万だったんであればその後79万8000とか、薄いのでもやっぱでも59万8000とかですよね。それ100万円使ったんじゃないのかな。で分割払いできなくて断念した記憶があるな。そう考えるとそれからもう20年ぐらいね。なんだかんだうちもね、ゴールドゲート高円寺で古着屋からスタートして、まあ明大前でもね、頑張ってやったけどね、わけわかんないラングラーオンリーショップなんかしたいしね、いろいろやったけど、まあ楽しかったよね。結果的にはやっぱり商売として考えるとね、なかなかやっぱり無謀な挑戦だったかなっていうかね、ラングラーのヴィンテージだけで店成り立つわけないもんね。いや半端ないですよね。まあでもいい思い出になったし、まあ別にやったこと後悔してないしね、まあ別にゴールドゲート辞めたと思ってる人みんないっぱいいると思うけど全然辞めてないからね、今もやってるし、ただ店舗としてね、お店としてやるっていうのはやっぱやってみて分かったのは厳しいよね。スタッフだってやっぱりお客さんのレベルもやっぱ高いし、対応もできないし、やっぱ俺がやらなきゃいけない、ってなっちゃうとやっぱ立たなきゃいけない。そうですよね。店立ち本業がありつつのそうするともう、まあ、お金も大変だけどね、スタッフ雇って家賃払って、給料払ってってやると確かに大変だけど、でも結果自分しかできないってなっちゃうと店にする必要性もないしね。そう考えるとやっぱりこうね、今時代ももうね、SNS の時代でいろいろこうインスタグラムだとかね、ブログだなんかで販売する人もいっぱいいるし、もうホームページとかね、そういうので通販だけでやってるブランドさんとかショップもいっぱいあるし、まあそういう意味ではいい転機というか、なんか店にこだわるんじゃなくて、これからラングラーをどういう形で発信していこうかななんていうのはすごく今勉強して考えてはいるんだけど、まあもう本当にね SNS の世界じゃもう大先輩だからさ、いろいろそういうね、今回なんか宣伝していただいてありがとうございました。いやもうやっぱり金子さんのこうものづくりされてるのを、まあ、僕も逆に勉強させてもらった感じがして、やっぱりもうこのヴィンテージも見させてもらいましたし、まあ今回もジャケットですよね、この。そう全然別に俺が作ってるわけじゃないんだけどね、やっぱりラングラーのジャパンの人間がみんな作ってるんだけど、本当に苦労してね、こんないいものできたんだけど、ちょっと残念なあれがね、工場がちょっとまた閉鎖になっちゃって、このメイドインジャパンっていうのはもう今後できるかどうかわかんないんだけど、まあでも僕はそういうね
みんなが努力して作ったものをね、それをお客さんに伝えるのが僕の仕事だから、こうやってちょっとねイベント形式で販売会みたいなのやって、まあ、一生懸命売ってはいるんだけど、今回うちのねゴールドゲートのオリジナル、これをもとに2011年のこれ全部日本製でね、作ってリプロダクトしたっていうね、それの販売会だったんだけど、まあインスタグラムとかねSNS でもいろいろ宣伝していただいて本当におかげさまでフォロワーも信じられないぐらいどんどん増えて、さすが藤原パワーをちょっと体感したというかね。僕もやっぱりまあもちろんリーバイスも、まあこういった本っていう形は、で作らせていただいたんですけど、やっぱりまあ僕は当然こう古着屋として、で実際やっぱり、まあ、こうやってラングラーも着てみたらやっぱりいいなとか、その過去に手放したのがやっぱちょっと今となったらすごい後悔だなとか、もちろんそのリーバイス以外でもラングラー、まあリーもそうですけど、やっぱりこう僕はやっぱデニム全般っていうところには携わってたいなって思うので、なんかやっぱりラングラーをこう久しぶりに手に入れた時に金丸さんの顔がこう思い浮かんだりとかやっぱこういう形でちょっとこう久しぶりに金丸さんとお話しさせてもらって、逆にこういう形で呼んでいただいてやっぱり物を見せていただくっていうのはすごくいい機会だなと思いますし、自分も、世間一般的なイメージってね、完全に俺ラングラーじゃない。で藤原君はリーバイス。そうですね、ちょっとリーバイス感が出ちゃってますからね。リーバイス感というかもうリーバイスの顔みたいになってるだけど見てる人からしたらね、リーバイスとラングラーがね話してるっていうことだから、そうですね、だからまあ全然喧嘩してないですからね。喧嘩してない別に俺リーバイス嫌いなんて一言も言ったことない周りが結構ね